また今日よろしくどうぞお願いします。今日はね、一番最初から、なかなか皆さんにね、私自身も説明しきれないところがあるんだけれども、どんな感じかなと感じるというのをやってみせますね。これ、とっても大事なことでね、皆さんは五感で物事を見てます。目で見てね、耳で聞いて、食べ物を舌で味わって、で、匂いを鼻で嗅いで、それでいろんな、感覚を触って、手で触ってみて感じる。これが、肉体的な感じる感謝の感ですよね。これを感じるんだけど、その後でね、静かにと入れる場合がありますけど、静かに感じる、観察の感を私言うんですね。で、どんな感じかな、点々点と、文章ではやりますね。どんな感じかな、点々点、何かというとね、感じを、どんな感じかなと感じてる、自分を感じてるんですね。こんな感じと、こういうことです。で、やってご覧に入れたと思うんですけど、アップルブランデーの急流というのがありますね。これやって、それから説明するととっても楽になるのでね、やらせていただきますよ。これ、ジャムの瓶。ね、これに、硬い炭、柔らかい炭だとね、炭だらけになっちゃうの。この中が。だから硬い炭をね、まあ、これちょっと大きめですけど、あれして入れていただいて、はい、アップルブランデー。どこでも売ってますね。これ何のために言いますと、日課の VSOP というやつですね。これ取っていただいて、それで少量をね、少量を入れるの、大さじ1杯ぐらいですかね。大さじ1杯ぐらい。まあ入れたことにする。入れたんですけどね。そして、こっちじゃなかった。これをこう締めまして、はい、エタノールが飛んでっちゃうんでね。締めまして、これちょっと振ってもらって、これで吸うというんですね。そうするとね、スムーズで吸うのとちょっと違う反応があるんですね。スムーズはどちらかというと吸えない人用なんですけどね、こっちは吐けない人用と考えたらいいですかね。両方とも肺をとっても元気にします。ですからとても呼吸器系のいろんな障害によく効いてくれます。もちろんこれを吸ってるとね、呼吸器系の病気にならないと、こういうことですね。で、このようにしてできるだけ濃い蒸気を吸わなきゃいけないので、こう吸いますね。で、私がですね、肉体で感じる方の感で吸うと、こんな感じになるんです。要するにむせちゃって吸えないんですね。皆さんが世の中で嫌なことが起きた時にやってるのは、それやってるんじゃないかな。いや、間違いなくそれやってるの。嫌なことが起きた、嫌なこと言われた。そんな時にね、これ、嫌なことといえば嫌なことなんだけど、それをね、まともに吸ってるんですよ。ですから、刺激するわけですね。で、いい匂いなんですよ。いい匂いだけど。でも私はね、これ、今みたいなことを吸わない。できるだけ濃い蒸気を吸うために手をこうしてて吸うんだけれども、まあ見せましょうかね。手をこのままでいきましょうかね。これでも吸うときにね、いいですか？吸ってる自分の肉体の感じを感じるんですよ。肉体が感じてる、これを感じるんじゃない。肉体が感じてる、その感じてる自分はどんな感じかなと感じる。ですからこんな感じになるんです。かなりいい匂い、いい匂い、いい匂い。で、これをこうさらにね、飛んでいかないように、よそへ飛ばないようにこうして感じてる。これいくら吸ったって吐かないと吸えないから吐いたんですよ。これいくら吸ったって私むせないですよね。これを言ってるんだよね。このことを皆さんで、人生体験しましょう。嫌な感情でね、嫌だな、あるいはね、とんでもないことを言われた。でそれで非難、批判、否定するって言うんだけど、もうとんでもない人だ。とこういうもんだからむせる。それ、受け入れられない。そのことを受け入れられない体が。そうじゃなくて、
言われたら面白いねです。さらに言うと、これね、言うのやめようかと思ったんだけど、言っちゃうとこうなるんだよね。禅をしてる人、あるいはヨガをやってる人はお分かりだけれども、私がこれをこう吸う時にね、むせるのはここで吸ってるからですよね。ここで吸うからむせるんですね。世の中みんなそうなんだけれども、私は禅が長い、もううん十年禅をやってるからね。ですから禅をする時の呼吸をよく知ってる。今もこうおしゃべりどんどこいくらでもおしゃべりできるのは呼吸の仕方を知ってるからですよね。それが面白いことに、これこっそり言わなきゃいけないんですけど、実はね、生殖器から吸ってんですね。変な言い方しましたね。睾丸から吸ってんです。で、さらに言うと、この膀胱から、だから睾丸の話はやめちゃってね、膀胱から吸うっていう、膀胱からこうやって吸ってんです。それで、体全体で吸うので、こう胸がこう動いてって吸うかな。だからむせないんですよね。もう一言大事なのはね、吸ってる感じを感じてるんですよ。要するに魂が私を感じてるという感じですね。で、例えばこういうのこう触る時もそうですよね。皆さんが触る時にね、これガラスだ、冷たいねって言ってこうやって触るんですかね。別に悪いっていうんじゃないんですよ。私が触る時にちょっと違う触り方をしてるの。これね、とても気持ちがいい、こうね、素晴らしいカーブをしててね、気持ちがいいねって言って自分を感じてるんですよ。これ気持ちいいね、気持ちいいよ。この冷たいねとかね、こんな感じがするんだじゃなくて、ほら、体の感じをね、どんな感じかなと、魂が私を通して感じている、あるいは今がって言ってもいいんですけどね、事実起きてることが感じてるんですよ。でこれが私がすごい怒りんぼだけども怒らない理由なんですね。怒りを人に見せない、怒りを人に見せないということかな。怒ったらね、瞬時にして私の体反応するんです。カーッとくるわけですよ。そのカーっていうね、この感じをこう静かに感じる。怒ってんだ。これが観察の観なんだよね。だから私が自分の怒りをまた体であるいは頭で感じてるんじゃなくて、もう一言言っちゃうと、先ほど説明したね、この宇宙のこの広がりで感じてるかな。宇宙の睾丸を通してね、こうすごい勢いで上がってくるエネルギーで感じてる。そんな感じかな。もう一遍やってみせるとね、人に言いながらね、やってるかどうか確認するの。やってるね、やっぱり。このスタートラインに立った時すでにそうですね。だから、もうご存知ですね。私はこの体勢に入った時に、どんな大男も私を押せない。いつでもやってみせます。お相撲さんというか、プロのお相撲さんとやったことないんだけども、アマチュアのお相撲さんだったらね、大学の相撲部の部長です。平気ですね。私はこうやっていつでもやってこられます。そういう時に。押せないんですよ。まあいつでもそうだけど押せないけどね、私を押すことはできないんですね。本気で押してもらうんですよ。ただドーンとやられると倒れるんです、やっぱりね。じわっと押す限りでは私を押せない。自分を感じてるからですよ。でスムーズをする時も同じやり方をやってるから、この時点から私を押せないんです、皆さん。この時点からでスムーズこうやって吸いますよね。いつでもやってごらんに入れます。一体感っていうんです。広がりを感じてる。
だから私がスムーズを吸ってるんじゃなくて、宇宙が私を通してスムーズを吸ってる。人生もこれですよ。嫌なことがあった時にね、すぐこれスムーズ吸ってね、ブランデー吸ってね、慣れちゃえばいい。慣れちゃうとね、嫌なことが起きたとする。起きた。で、すぐおへそで喜ぶ。面白いよね。そしたらすぐ下腹部まで行って、はい、睾丸がね、睾丸からヒュッと言って、もう一言、もうちょっと言っちゃった方がいいけど、尾てい骨がね、ひょんと動くんですよ。尾てい骨がひょんと動く。だから睾丸がほい来たって言って、すごいエネルギーを脊柱を通して宇宙に還元してくれる。もともと宇宙の一部なんだけど、通り道になって還元してくれるって、そういうやり方をやってるんですね。これがどんな感じかなと感じるっていうんです。でね、睾丸の話をしたんでね、これもね、お話ししちゃいたいと思うんですけれども、幸い私は男性なんですね。で、この前の日曜日、同日とですね、私ね、庭にね、大きな木がいっぱい茂ってるんですよ。隣近所の人たちうるさいですからね、それを刈り取るんでね、高い脚立の上に乗って、高いあれをして刈り取りましたけどね、女性知らない。話したことあるんだと思う。男性ね、高いところに持って、ぐらぐらっとしたりするとね、途端に、睾丸がね、キュッとこうやって縮まるんですよ。キュッて。要するにね、恐れというのはね、睾丸が縮まるもんなんだね。女性知らないよ。ただね、私は高いところの仕事に慣れてるから、それでどうしてるかっていうとね、尾てい骨をね、ちょんちょんちょん、あるいはね、ここのね、尾てい骨とここをね、ちょんちょんちょんとこうやって動かしてんの。そうすると、ほら、宇宙のエネルギー、安心安全元気いっぱいとエネルギーがね、シュッチュって通してってね、ここのとこですごい花開く。花開く。ここのとこが柔らかくなって、ここで花開く。ここの通過が良くなって、余計なこと喋ってますね。だから、私はね、怖がりなんだけれども、怖いのを怖くないということになるね。これは、日本語で言うと肝っ玉が座ってるねと言うんじゃないですかね。